ムムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのはこちら、ネクタイ付きのスタイです。このようにリバーシブルで使えるようになっています。スタイは何度も洗濯しますので、洗濯縮みしづらいように丈夫に仕上げるための作り方のコツなども紹介しています。ぜひ最後までご覧ください。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではネクタイ付きスタイの材料を紹介します。まずこちら、型紙はホームページhandmade.com の方で無料ダウンロードできますので、ご自由にお使いください。印刷される際はお使いのプリンターによって縮小されて印刷される場合もございますので、 100% 設定して印刷してください。そして今回スタイの本体部分の表地にはこちらのダブルガーゼを使用します。迷彩風なんですけれども、実は恐竜がデザインされている可愛い生地ですね。そして襟部分にはこちらの白色コットンを使用します。そしてネクタイ部分にはこちらのグレーのアルファベットがデザインされたダブルガーゼを使用します。そしてスタイの裏面ですね。こちらはリバーシブルでどちらの面も使えるように、このような可愛い王冠がデザインされたダブルガーゼを使用します。そしてスタイの間に挟む生地なんですけれども、ドミット芯を挟んでいただいても大丈夫なんですけれども、スタイは何度も洗濯して利用しますので、洗濯縮みしづらい生地としてコットンフランネルを使用しています。コットンフランネルを間に挟むのもおすすめです。そして生地が何度も使えるように、生地の表地と裏地にはニット用に使う接着芯なんですけれども、かなり薄手のタイプの接着芯を貼っています。とても柔らかい素材ですね。そしてプラスナップを使います。プラスナップをつける際はこういったハンディプレスや卓上プレスを使います。そしてプラスナップをつける際に穴あけには目打ちを使用します。今回ネクタイ付きスタイの胸元のデザインにタグを貼って飾り付けします。それでは型紙の準備に入ります。ホームページhandmade.com の方でこちらの型紙をダウンロードしてお使いください。印刷される際は 100% サイズ設定していただいて印刷してくださいね。そして3枚プリントしていただいて、まずこの本体部分でカットするもの、そして襟の部分で用意するもの、そしてネクタイ部分で用意するものと3つこのような感じで用意してください。何度も型紙を利用される場合はクリアファイルや厚紙などに写しておいて利用すると便利です。ネクタイ部分はもう輪の部分をこのように型取って置いておくと、今後型を取る際にも取りやすいのでおすすめです。それではスタイの表地と裏地の裁断に入ります。まずこちらの型、表地の方ですね。そちらの方をこのように裏を上に置いてください。そしてその上に型を置いていただきまして、大体でこんな風に型が入るサイズのところで、これは大体でいいです。こんな感じで型が入るような感じで表地の方をカットします。続きましてこちら裏地の方ですね。裏地の方もこのように置いていただきまして、スタイ本体の型がこのように取れるような感じで、こちらも大体でいいのでこのように裁断しておきます。そうしましたらスタイの表地と裏地にニット用の接着芯を貼っていきます。まずこのようにニット用の接着芯を置いていただいて、こちら糊がついている面ですね。こういう風に置いてスタイの表地をこんな風に置きます。そして大体でいいので接着芯を切っておきます。そしてアイロンで接着芯を貼ります。でこんな風に押さえながら貼っていく感じですね。こんな感じですね。そうしましたら続いて裏地の方にも接着芯を貼っていきます。また同様に接着芯のこの糊の方ですね、糊がついている方にスタイの裏地の方ですね置いていただいて、これはもう大体でいいので接着芯をカットします。接着芯をカットし終わりましたらアイロンで貼っていきます。こんな感じですね。
それでは襟の部分の生地の用意をしていきます。まず襟に使う生地、今回は白色のコットンを使用しているんですけれども、そちらをだいたいこの襟が入るようなぐらいでちょっと長めな余裕があるサイズに2枚用意してください。このように中表に置いていただいて、だいたいこちらの襟の部分を肩書いていただくんですけれども、この際にこの型紙を置く位置は少し上の部分と中央の部分が余裕を持てるような感じで生地を用意してください。こちらもこんな風に中表に折っていただいて、このように書きますね。そしてこちらも中央の部分、上の部分、余裕を持って生地を残しておいてください。こんな感じで型を取ります。続いてネクタイ部分の型を取っていきます。端切れをお使いくださって大丈夫です。こちらのネクタイのこの下の部分ですね、こちらが取れるように中表に置いていただいて、こんな感じで置きます。そして型を置いてこのように型を描きます。そして先ほどのネクタイのこの下の部分よりも 1.5 センチぐらい余裕を持ったところで切っておきます。こんな感じで少しこの最初のスタートの位置よりも 1.5 センチぐらいは開けて生地を切っておきます。続いてこちらネクタイのこの上の部分ですね、上の部分の生地を型取っていきます。今度はこちらの端切れをこのように上に折っていただいて、このようにこのスタート位置から真ん中のところですね、そこまで線を引きまして、一旦型紙を外してこの線のところ合わせておきます。こちらもまたこの肩の上の部分から 1.5 センチぐらい余裕を持って残しておきます。大体でこんな感じでネクタイの上の部分を型取っておきます。それでは襟部分とネクタイ部分のミシン掛けに入ります。まずこちら先ほど襟部分を肩このように書いていただいたんですけれども、そちらこのように中表にこう2枚に折っている状態のまま、こちらの線書いたところより2センチほど上の部分、大体でいいんですけれども2センチぐらい上の部分からスタートしてミシン掛けします。そしてこちらの部分までですね、こちらよりもまた 1.5 センチぐらい長くミシンをしていきます。だいたい2センチぐらいですね。こちらからスタートしまして、返し縫いでスタートしてください。そしてこちらの方で進んでいただきまして、このまま進んで、ちょっと長かった2センチでもいいので、とにかくこの本当の襟の部分、肩の部分よりも2センチぐらい長くミシン掛けしてください。そしてもう一つの方の襟の部分も同様にこのように2枚に半分に折っていただいて、中表に折って、そしてこちらスタート2センチぐらい長く、どちらも長く、1.5 センチぐらいでもいいので長くミシン掛けしてください。こんな感じでもう長くミシンをかけました。そうしましたらこちらこの必要でない部分のところをだいたい5ミリぐらい残してハサミで切ります。こんな感じで襟の先の部分は少し V のような感じでちょっと切っておきます。そしてだいたい5ミリぐらいの縫い代を残してカットします。反対も同様に切ってください。こんな感じですね。そして続きましてネクタイ部分の方をミシン掛けしていきます。まずこちらですね、こちらのネクタイの上の部分、こちらも先ほどだいたい 1.5 センチぐらい多めにカットしていただいたんですけれども、そのだいたいのこの延長線上ですね、延長線上のところからスタートしてミシン掛けしていきます。こんな感じですね。ちょっと長めに、肩の部分より長めにミシン掛けしました。そして次の部分、こちらネクタイの下の部分ですね。そちらも 1.5 センチぐらい余裕を持ってこのようにカットしていただいたんですけれども、そちらもこの線の延長の部分からちょっと長めに 1.5 センチぐらいのところですね、そこからこちら縫っていきます。こ
このような感じでこの線のところ、ネクタイの下の部分の線のところよりも少し長めに延長線上にミシンをロングしています。そしてこちらも同様にこのネクタイの部分、いらない部分の生地をだいたい5ミリぐらいでカットしておきます。こんな感じで5ミリぐらいでカットしていただいて、この一番角のところは少し V のような形でカットしておきます。同様にネクタイの下の部分も切っておきます。こんな感じでカットしました。それでは襟部分とネクタイがこのように縫えましたので、裏返していきます。それでちょっとこちらの部分、襟のところはここの斜めの部分がだいぶ多く余白取れてるので、こちらは少しカットしておきます。このように斜めに切りましたが、先ほどこの本当の肩のところより多めに縫っていただいた部分よりは少し余裕を持ってカットしておいてください。そしてこちらこのようにして裏返します。なんか棒などを使ってこの角はきれいに出しておきます。反対側の襟もこのように裏返しておきます。こんな感じで襟ができました。続いてこちらのネクタイ部分も裏返しておきます。このネクタイの下の部分が一番ちょっと狭いので裏返しにくいんですけれども、ちょっと少しずつ出して裏返してください。何か棒とかを使って角をきれいに出しておいてください。こんな感じですね。それではこちら本体の方に肩を描いていきます。先ほどこちらニット用の接着芯を貼っていただいたこの裏の方を上に置いていただいて、そしてその上に型紙を置きます。全体でこのように置いていただいて、そして中央に線を描きます。そして型を取っていきます。そしてこの中央のところですね、きっちり位置合わせていただいて、このように反対の方も型を取っていきます。こんな感じですね。本体に型が描けましたら、続きましてこちらネクタイをつけていきます。まず裏返していただきまして、こちらの中央のところに待ち針でこの下の中央に向けて待ち針をこのように刺します。そしてこちら横の方にも十字のような感じですね。待ち針で十字を作ります。そしてこちらの下の方の中心部分、こちらの方には上の中心部分に向けてこんな感じで待ち針を刺します。これで中央の位置が分かるようにします。そして裏向けていただいて、まずこの型紙、これをこのように置きます。でこの中央のところ、ネクタイの中央のところですね、それとこの本体の中央の部分を合わせます。そしてこのように置いていただきまして、そしてその上に先ほど作ったネクタイの上の部分、こちらをこんな風に待ち針で留めまして、続きましてネクタイの下の部分の型を、この下の部分をちょうど上の部分とちょうど重なる部分にこの下に置きます。そしてこのように待ち針で留めます。そしてこのネクタイの下の部分はちゃんとこの下の中央のラインに合うような形で置いていただきまして、そしてこちらも待ち針で留めておきます。このようにネクタイの部分がつけられましたら、また裏返していただいて、こちら先ほど中央の印のためにつけた待ち針、この3本はもう一旦外します。それでこの待ち針3本外しましたら、こちらネクタイを縫い付けていきます。そうしましたら、先ほど本体部分にこのようにネクタイを待ち針で留めましたので、こちらを縫っていきます。まずネクタイの上の部分、こちらの部分、だいたい端から 2,3 ミリのところを縫っていきます。まず返し縫いでスタートしてください。こんな感じですね。上の部分縫い終わりましたら、
続きましてこの下の部分を縫っていきます。同じく 2,3mm のところを縫っていってください。まずスタートはこの中央のところですね。こちらからスタートしていきます。このような感じで始まりと終わりは返し縫いして縫っていってください。続きましてネクタイが縫い終わりましたら次は襟をつけていきます。またこちら裏返していただきまして先ほどと同様でこの中央の部分に待ち針で印をつけていきます。このようにまず中央のところ十字入れていただきましたら続きましてこちらの曲線の部分ですね。この首周りの部分そちらにも大体で位置が分かるように待ち針を留めていきます。こんな感じですね。このように待ち針このカーブのところに待ち針を留めましたら裏返していただいたらこんな感じで今待ち針でこの大体のラインが分かりますね。そちらにこの襟の部分先ほど作った襟の部分を合わせていきます。まずこの中央のところにこんな感じで置いていただきましてこちらに大体合わせてこんな感じで襟を留めます。ちょっとこちらの方長すぎている部分は不要な部分の縫い代のところはカットしておきます。続きまして反対側も同様に中央のところのラインに合わせて待ち針で留めておきます。不要な部分の縫い代はこの時に少しカットしておきます。こんな感じで襟部分を待ち針で留めましたらまた裏返していただきましてこちらの不要な待ち針の方は外しておきます。そうしましたらこちらの襟の部分ミシンで縫っていきます。それでは襟を縫い付けていきます。端から 2,3mm のところをミシン掛けしていってください。はじめは返し縫いしてください。こんな感じで襟がつけられました。そうしましたら続きましてこちらの襟とネクタイのこの間のちょうど胸ポケットあたりに当たるようなところですね。こちら本体こちら端がここなのでそこからはみ出ないような形に気をつけていただいて大体で構いませんのでこちらのあたりのところにタグを縫い付けていきます。こういったタグはお好みでどうぞ。こんな感じでタグも縫い付け終わりました。ではこちら本体部分に襟とネクタイとタグが縫い付け終わりましたら裏地の方ですね。今回スタイの裏面に使う生地のところにこのように重ねます。そして待ち針で留めておきます。これも大体でいいのでずれないように待ち針で留めておきます。このように留め終わりましたらコットンフランネル大体でこのように合わせてまたずれないように留めておきます。コットンフランネルがない場合はドミット芯でもいいです。でこのように留めましたらこちら横のところ5センチほど返し口を開けて縫っていきます。それではスタイの本体縫っていきます。返し口は5センチほど開けてください。スタートは返し縫いしてください。終わりも返し縫いしてください。そしてだいたい5センチぐらい返し口を開けておいてください。それではこちら縫い終わりましたら待ち針を取っていただいてだいたい 5mm から 8mm の縫い代を置いてカットしていきます。このような感じで縫い代をカットし終わりましたら首周りのカーブがきつい部分にだけ少しだけ切り込みを入れておきます。ミシン目のところまで切ってしまわないように気をつけてください。気持ちだけ少しだけ切り込みを入れます。切り込みを入れ終わりましたらそうしましたら返し口から返していきます。
せましたらアイロンできれいに形を整えておきます。それでは表に返せましたらアイロンできれいに整えていきます。返し口の部分もこのようにきれいに入れていただいてアイロンで整えておきます。それではアイロンで整え終わりましたらこちらの返し口の部分を手縫いで閉じておきます。で返し口がまつれました。それではスタイ本体が完成しましたのでプラスナップをつけていきます。まずご用意いただくのはプラスナップのヘッド部分2個とそしてバネ部分そして原告部分を1つずつご用意ください。そしてこちらこのスナップつけた位置に目打ちで穴を開けます。こんな感じで穴が開けましたら穴の部分にヘッドを取り付けていただきます。こんな感じですね。こちらにバネの方を置いていただきます。そして今回は卓上プレスの方を使用します。この卓上プレスの方にセットしていただきましたら押すだけですね。そしたらこのようにつきます。そして反対側こちらの方にもまずつける位置に穴を開けます。次はこちらが上ですね。ヘッドの方このように刺していただきましてそしてヘッドのところにこの原個これをセットします。そして卓上プレスの上にセットしましたらこれでつきました。こんな感じですね。こちらで完成ですね。ネクタイ付きスタイが完成しました。こんな感じです。リバーシブルで使えますのでぜひお好みの生地で布合わせして作ってみてくださいね。また今度女の子用の襟付きスタイの作り方も紹介したいなと思っております。ぜひご覧ください。最後までご視聴くださりありがとうございました。